ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はカーネーションの描き方を2通り紹介したいと思います。丸筆で描くカーネーションと平筆で描くカーネーションです。まず丸筆で描くカーネーションについて説明していきたいと思います。丸筆は少し毛先を無理して広げるので、使い古した筆を使うと良いと思います。今回は100円ショップで買った4本100円の筆を使います。カーネーションの形は扇形、楕円形、円を基本に考えます。まず筆の水分をよく取ります。そして筆に半分ほど絵の具を取ります。その後筆を回転させ毛先を広げます。カーネーションの花びらのギザギザした感じを表すためです。横から見たカーネーションを描きます。基本の形は扇形です。扇の要にあたる部分に向かってストロークしていきます。1段目が終わったら2段目をストロークしていきます。次に3段目をストロークし、必要であれば4段目をストロークしましょう。形に気になるところがあれば後からストロークし微調整します。きれいに整いすぎず少しギザギザした感じがある方がカーネーションらしくなるように思います。筆を洗い水分をよく拭き取り、筆先に白を取ります。先ほどと同じように筆を回転させ毛先を広げます。しっかり毛先を広げることが大切です。トントンと置くように軽く短くストロークしていきます。2段目、3段目ときれいに並んでしまわないようにストロークしていきましょう。白の色が弱い場合はもう一度上からトントンと置くと良いと思います。仕上げの微調整として白が固まりすぎてたところにベースの色を少しのせます。同じように筆を回転させ毛先を広げ絵の具をのせていきます。正面から見たカーネーションの花は丸になります。中心に向かって先ほどと同じようにストロークしていきます。筆を回転させ毛先を開いた状態にしておくことが大切です。まず一番外側の1段目を完成させましょう。次に内側の2段目の円、さらに内側の3段目の円を完成させます。ベースの色が完成したら先ほどと同じように毛先を広げ白を取りトントンと白をのせていきます。イメージとしては1段目、2段目、3段目、4段目、4重の円があるように絵の具をのせていきます。きれいに並ばないようにトントンとのせていきましょう。最後にベースの色で白い色が固まりすぎたところを調節していきます。楕円形のカーネーションはストロークを集める位置が大切になってきます。楕円の中心のさらに下の方にストロークを集めていきます。上の方が長めのストローク、下は短めのストロークになります。下の花びらは2段ぐらいで十分だと思います。筆の毛先を広げ白をのせていきます。下は1段目か2段目ぐらいまでのストロークで大丈夫です。丸筆の4番を使い萼や茎、葉を描いていきます。萼の部分を少し長めに描くとカーネーションらしくなります。葉は同じ部分から2枚出ています。細長くストロークしましょう。楕円形の斜め上から見たカーネーションは萼の部分を少しだけ描けば良いと思います。
正面から見た花は額は描きません。デザインによっては茎も必要ないと思います。カーネーションの花のポイントです。筆を回転させ、毛先を広げることが大切です。水分をよく取り、ドライな感じで描いていきましょう。後からのせる白も筆を回転させ、毛先を広げ、短いストロークで描いていきます。葉を描く時のストロークです。筆の押し加減は弱く強く弱くして細長く描いていきます。筆を下にストロークすると下にカーブした葉を描くことができます。ここからは平筆を使ってカーネーションを描いていきます。白とピンクを筆に取り、よくなじませます。ダブルローディングで描いていきます。先ほどと同じくカーネーションの形は扇形、楕円、円を利用して描いていきます。まず横から見たカーネーションです。サイドローディングした筆を小刻みに動かします。間を空けながら花びらを描いていきます。筆の動かし方も大きくしたり小さくしたりして均一にならないようにしましょう。1段目が終わったら下の2段目に行きます。2段目は上の花びらの間を埋めるように描いていきます。3段目4段目と花びらを小さくしていくと描きやすいと思います。正面から見たカーネーションは外側から描いていきます。上下左右の花びらを先に描くとバランスよく描けるように思います。花びらの大きさを大きくしたり小さくしたり長くしたりいろいろな形にして均一にならないようにしましょう。2段目の花びらは1段目の花びらの隙間を必ず埋めるように描いていきます。3段目4段目の花びらは花びらの大きさが小さくなるよう筆の片側を上げ描いています。楕円形のカーネーションは花びらを集める位置を真ん中よりも下の方に持っていきます。その点に向かって花びらを描いていきましょう。下の方の花びらが小さい花びらになります。2段目3段目も同じように描いていきます。前に描いた花びらの間は必ず埋めるようにしましょう。最後の花びらを中心に向かって小さく描けば出来上がりです。平筆を使い葉や額を描いていきます。細く描きたい部分は筆を立ててストロークしています。葉は最後は細くなるよう筆を立て筆の方向に気をつけてストロークしています。平筆を使ったカーネーションの花びらの描き方です。筆を小刻みに動かします。動かし方に変化をつけ、カーネーションの花びらのギザギザした感じを表しましょう。葉は途中少し強く押し、最後は細くなるように押す力を緩めます。筆を少し回転させ、筆を抜く方向に気をつけましょう。ここからは
母の日のカードをイメージして書いています。自分の好きな書き方で自由に書いていきましょう。いろいろな色のカーネーションがあるので、色も自分の好みで変えていくと良いと思います。今書いているカーネーションは丸筆を使っています。こちらは平筆を使ってカーネーションを描いています。早額は丸筆で書いた方が書きやすかったので丸筆を使っています。母の日のメッセージカードが完成しました。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではトールペイントのテクニックを紹介していこうと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。感想やリクエストなどございましたらコメント欄で伝えていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。